私たちの意識はただ生きているだけのものではありません。それは宇宙が自分自身を外から見つめるための仕組みでもあるのです。今回は私と感じているこの意識、つまりメタ意識についてネドジュンさんのブログをご紹介します。例えば怒りを感じたとき、その怒りをただ感じるだけでなく、あ、自分は今怒っていると認識できる自分がいる。このように私たちの意識には感じる自分とそれを見ているもう一人の自分という二重構造があります。そしてこの見ている自分こそが私たちが私と呼んでいる意識、つまりメタ意識なのです。このメタ意識を作り出しているのが私たちの脳です。とてつもない神経ネットワーク、たった角砂糖一粒の大きさの新皮質に銀河系の星の数ほどの神経接続があるとも言われています。その複雑さ、想像を絶します。もはやありすぎてよくわからない。そんな凄まじい複雑さの神経器官の脳が全力で作り出した最先端の機能が私たちメタ意識の存在です。メタ意識を持たない存在、例えば犬。誰かが縄張りに入ってきたら反射的に吠えます。でもその時犬は、俺は今吠えてるワンとは思いません。俺は今超いい感じで吠えてて、きっと敵も逃げ出すワンとは思わないんです。ただ吠えています。吠えてその後、こら、吠えちゃダメでしょって飼い主に叱られたら本能でしょんぼりします。いわば1行動1タスク。滑らかにつながる本能の感覚が自動的に行動を誘発し続けます。そしてそのことを自覚はしていません。喜んでも嬉しいなぁと認識することなく、ただ全力で喜びを爆発させて走り回る。そこに感じている自分を見ている自分はいないんです。つまり、メタ意識がない。私たち人間だけがこのメタ意識を持っています。何かを感じている意識をさらに外から見ているもう一つの視点。パソコンが2台あって1台がもう1台の動作をモニターしているようなもの。この外側からのモニター機能、それが私と感じている意識、つまりメタ意識なのです。しかしここで大事なことは、このメタ意識は実はとっても小さいっていうこと。しかも脳の中で左脳、つまり思考回路に強く影響されていて、本来の大きな意識からはみ出てしまっているんです。だから自分について考えれば考えるほど大きな英知から閉ざされてしまうし、孤独で固くて無力になるんです。この図で言うと、左脳の方へ左脳の方へとさらに傾いてしまうんです。ではどうすればいいのでしょう。それは大きな無意識、右脳にお任せしてしまうんです。私たちはこの巨大な意識のほんの一部分だけを感じているに過ぎません。そして大多数の情報はこの無意識の中で処理されて、私たちの小さなメタ意識に届くのはほんのごく一部だけ。私たち小さな意識には解決することなんてできないんです。自分で頑張らなくちゃ、自分で解決しなくちゃと努力し思考を巡らせていると、かえって無意識とのつながりを遮断してしまう。だから一旦笑いましょう、踊りましょう、体を揺らしてリズムに乗ってみましょう。
考を鎮めて体を使うことで無意識と再びつながることができます。私たちの内なる神様は右脳の神経組織の中にいて、目を見張るようなビジネスのアイディア、人間関係問題の想像つかなかった解決法、世界がキラキラ光って見える幸せな状態は全部ここにあります。この私たちのメタ意識が存在する理由、それは宇宙が外から自分を見てみたかったから。この小さな私は観測装置。私という意識を通して宇宙は自分を見ているんです。今までもずっとその無意識が私を生きてきたし、メタ意識である私たちはその上に乗っかって眺めてただけだったんです。神様がこうやって外側から自分を見てみたかっただけなんです。それでは最後に委ねる感覚を体感していきます。一度両手をぐーっと力を入れてみてください。手のひらをグーにして肩もぐっと力を入れて両腕ぐーっと力を入れてから吐く息でファーと脱力。この力が緩んだなという感覚をよーく味わっていきます。ゆったりと呼吸して緩んだ感覚を味わいます。では次に腕に付け加えて両足も行っていきます。足を少し持ち上げるようにしてお腹に圧をかけていきます。では一度吸って吐きながら両腕両足ぐっと力を入れてお腹もぐっと力を入れてお顔もぐっと力を入れて一度吸って吐く息でファーと解放。全部の力をストーンと緩めて、もうすべてを委ねる感覚。すべてを手放す感覚。肩や首の力もふーっと緩めて、手のひらも柔らかく、奥歯の噛み締めもほどいて、ほっぺや眉間もふわーっと柔らかく。私たち小さな意識っていうのは、大きな無意識に比べるとほんの小さなものです。例えるなら、私たちはガラケーで、大きな無意識はスーパーコンピューターのようなものです。どんなにガラケーである私たち、意識で頑張ろうとしても、結果はそれほど期待できません。大きな無意識のスーパーコンピューターのデータを活用するためには、思考でいろいろ模索しないこと。でも、不安や心配があるときはどうしても思考が動いてしまうんですね。
で、不安や心配の時っていうのは体感覚がだいたい緊張状態にあります。どうしても力が入ってる感じ。それを体を緩めてあげることによって感情もリラックスしてきます。不安や心配が静かになっていきます。なんか思考がざわざわするなっていう時、まず体からアプローチして体の力をふーっと緩めると感情が安心安全になり、安心安全の感覚が来ると思考が静かになっていきます。思考が静かになれば意識を体に向けやすくなります。体の神経にはスーパーコンピューターの情報が流れています。すべてのもの、生物とつながった情報ネットワークがこの体の神経に流れています。その情報にアクセスするための方法が意識を体に向けることです。意識を思考ではなく体に向けること。体に意識を向けやすくするために、感情が不安や心配ではなくリラックスしていることがポイントとなります。体を使って体をふーっと緩めてあげると感情が穏やかになり、思考が静かになり、意識を体に向けやすくなります。意識を体に向けることで体の神経に流れているこの宇宙のすべてとつながっている情報ネットワークとつながることができます。体の力をふーっと緩めて安心してすべてに委ねる感覚をしばらく味わっていきます。